皆さん、家賃0円の家って聞いたらどう思いますか？そんな夢みたいな話あるのって思いますね。でも韓国には本当に家賃ゼロで住めるチョンセという制度があります。日本では絶対に成立しない韓国独自のシステムを韓国人の僕がわかりやすく解説します。今日は5つに分けて話します。1つ目、チョンセの正体。2つ目、なぜ韓国では成立したのか。3つ目、チョンセのリスクは何なのか。4つ目、崩壊の前兆はあったのか。そして最後、崩壊です。まず一つ目、チョンセ、家賃ゼロの正体を話します。仕組みはシンプルです。毎月の家賃を払わない代わりに、親へ超高額なお金を預けます。しかも金額やばいです。ソウルでは高級のマンションなら1億円超えを預けることもあります。そして2年間、家賃なしで住みます。契約が終わったら親が全額返します。こんな仕組みです。ここ、日本人がまず混乱するポイントですよね。日本の敷金って言えば、だいたい家賃の1ヶ月から2ヶ月分くらいですね。でも、韓国のチョンセはレベルが違います。もはや住む契約というより、親へ超高額ローンを貸しているに近いんです。つまり、住む人が銀行役、貸す人が運用者、大家は預かったお金で別の家を買ったり投資したりします。韓国ではチョンセローンという制度があり、銀行が保証金の数十%を貸してくれます。つまり20代でも数千万円を動かせる世界なんですね。だから心理的には家賃を払わなくても得したと感じます。二つ目、なぜ韓国ではこれが成立しているのって話です。日本の皆さん、ここまで聞いて、何なのこれ、なんでみんなやってるのってなりますよね。ちょっと危険そうな制度じゃないですか。でもこれって何十年間も続いているんです。理由はいくつかあります。まず一つ目は、昔の韓国が超高金利社会だったからです。今の日本って銀行にお金を預けても利息はほぼゼロですよね。でも、1990年代の韓国は今の0%とは違いました。定期貯金の金利が10%、高い時は20%近い時代もありました。つまり、大家からすると5000万円を預かれば銀行に預けるだけで毎年500万円から1000万円近く利益が出ることもありました。だから家賃を取る必要がなかったのです。さらに2つ目、韓国は不動産価格がずっと上がるという空気が強かったです。特にソウルではカンナムなどで今日より明日の方が値段が高い、これ当たり前的なイメージでした。すると大家はお金を預かったものを使ってまた次の家を買うときに使う。そしてその家が期間中に上がればそれを売る。これでお金を儲かる的な仕組み、ループが成立しました。韓国家計資産の数十%が不動産に握られてるって言われるほど、現金を持っているならば、家を買っておくのがいいんじゃないかって考えられています。また、歴史的にも理由があります。1960年代から80年代の韓国は今ほど銀行システムが強くありませんでした。だから民間同士でお金を回す文化が発達したのです。その結果、保証金はちゃんと返ってくるという社会的信頼が生まれたんです。じゃあ3番目、チョンセの本当の怖さを話していきます。詳しく見ていくと、違いが出てくる場合もあるんですよ。それは無担保で数千万円を貸しているということです。日本の皆様の感覚だと、銀行でもない個人に5000万円を預けるのってかなり怖いですよね。でも、韓国では長い間、不動産は絶対安全だという空気がありました。ところが、現実は違ったんですね。例えば、大家が預かった保証金を別の不動産投資に使って、それが失敗したらどうなるか、当然お金がなくなってるわけなので、返せなくなるんですね。これが不動産価格が下がりすぎて、家を売っても返せない状態になる場面があるんですよ。例えば、5000万円の保証金をもらって5000万円の家を買ったとしましょう。でも、その家が4000万円まで落ちた。その家を売ろうとしたら、このマイナスの1000万円が消されているわけですよね。だから、貸す人も借りる人も、こういった危険状態の上で動いている人がいる場合があるんですね。だから、ある意味では、リスクのある投資商品なのかもしれません。
で4番目の話では、他人のお金で家を買う世界を詳しく見ていきたいと思います。例えば、1億円のマンションがあるとしましょう。大家は自分のお金をほとんど使わなくても、この1億円のマンションを新しく買える場合があるんですね。例えば、自分が出した家に住む人から7000万円のチョンセ保証金を受け取る。そしたら、残りの3000万円を、自分のお金を使うか、もしくは銀行でのローンを使うかにすることで、1000万円の現金を持つことができます。自分の持っている家に加えて、もう一つの家を買うことができます。これが韓国ではギャップ投資といって、そういった保証金でまた新しい家を買って、それを売って、また家を買って、でそこでチョンセをまた入れて、それでまた新しい家を買うみたいなことをやってる一部の方がいました。これがね、韓国の歴史を見ると、この不動産値段っていうのはずっと上がっていってたので、これが通じてた時期があったんですね。ですが、韓国政府もあまりにも不動産投資が過熱していて、それを何とか防ごうとするわけですね。でそうすると、当然この値段っていうのは上がり続けるんじゃなくて、その規制を食らって、どんどん横ばいになったり、下がっていったりするんですね。でそうなるとどうなるか。自分が持っている保証金、そして自分が持っているマンションの値段っていうのが少しずつずれていく。でこれが数十件の家を買おうとしてた人からすると、全体が下がり始めると、どうしようもない下がりができるんですね。5つ目の話、そして崩壊が始まったということです。転機はですね、2022年でした。韓国銀行は急激なインフレを止めるために金利を 0.5% から 3.5% まで引き上げます。たった3年ほどで金利を7倍まで上げたんですよ。これが何が起きるかというと、金利が上がったってことは、お金を借りるときにその分の利息を払わないといけなくなるってことですよね。今まで月3万円程度の利息だった人が、突然月10万円の利息を払わないといけなくなるケースもあったんですよ。さらに不動産価格もそういう影響を受けて、このお金を借りることがハードルあるなら、その分不動産にガンガン買うこともできなくなる。そして不動産価格も下がっていったわけであります。だからこの下がっていくと、先話した通り、借りたい人も減る。自分が返さないといけないお金があるけど、このお金が集まらない。そうすると危ない構造になるんですよ。実際、2022年から2024年、チョンセ詐欺と言って、自分が預かったお金を返さない人たちがどんどん出てくるんですね。というのも、その不動産市場が下がっているから、市場悪化の打撃を一気に受けた個人の人々が、その他人のお金で遊んだことに対する返しができなくなっていたわけであります。そしてその詐欺の被害を受けた方々は少なくとも言って、数千人単位にはあると思います。政府も規制を強化していて、チョンセ市場は縮小しています。つまり、チョンセという制度は2020年代までには韓国独自の制度として存在していましたが、今になってはどんどん消されていく、歴史の一時期に残っていた金融システムになる可能性が高いと思っております。皆さんはこの話聞いてどう思いましたか？日本人からすると他人に数千万円預けて家賃ゼロって、異世界ですよね。これうまくいけば美味しい話ですよね。で、韓国でもこれで、美味しく生きていた借りようとする人、貸す人、両方ともウィンウィンだったというふうに思います。で、僕の場合も韓国で育っていたので、チョンセが当たり前な制度なんだというふうに思います。でも、自分の国を出てみると当たり前だったことが当たり前ではなかったってことも見えてきますよね。これは僕は、日本に来て面白かったポイントだったと思います。さらに面白いのは、こういった制度、政策というのは、その国の歴史とか価値観から生まれていることだと思うんですよね。だから僕はこのチョンセという制度一つを見ても、どうして韓国だけこういうことが生まれたのかってことを考えてみようというふうにしています。そういうのを考え始めると、その裏に面白い世界も見えてくると思います。皆さんだったら家賃ゼロの代わりに数千万円を大家に預けることってできますか？ぜひコメント欄で教えてください。そして韓国ってこんな世界だったのって思った方は他の動画でも日本の皆様がまだ慣れてない韓国のことを発信しているのでぜひ見てください。以上パクでした。アンニョン。